はい、どうもリゴローです。納車されて1年半のジムニーシエラ、いろいろカスタムしてきたわけですが、この動画を収録している時点で数えたらなんと50箇所のカスタムを行ってきたんですよね。そこで今回は過去にやってきたカスタムの中でやってよかったカスタム、いまいちだったカスタムを個人の主観たっぷりでね、ランキング形式でお伝えしたいのと、その後どうなったのかっていうね、一部ね、カスタム後の経過、今の状態なんかもね、お伝えできればと思っております。このランキングなんですが、まずは過去のカスタムをリストアップして、費用対効果、そして疲労対効果、日常の関心度や使用頻度など、それぞれにね点数をつけデータベース化して、独自の計算式ではじき出したランキングをお伝えしていきたいと思います。まずはワースト3を除いた下は47位から21位まで。このセクションは展開が早いんで、僕の雑談をバックグラウンドに、画面に集中していただきたいと思います。過去にねいろいろカスタムしてきましたけど、ジムニーはほら大人のおもちゃじゃないですか。で最初から一気にやってしまうよりも少しずつね時間をかけて手を加えていった方が楽しいと思うんですよね。というのは、時間の経過とともにですね、自分の趣味嗜好も少しずつ変わってくる場合があるのでリスキーなんですよね。であとは一つ提案として、見た目については、最初にね大枠としてデザインポリシーみたいなものを決めた方がいいと思います。パーツごとにねあれもいいこれもいいなんてね、見境なくいろいろやりすぎることでとっても気持ちの悪いジムニーが出来上がっちゃうこともあるんでね。この方針で行くんだっていうね、仮にブレてもいつでも戻れるポリシーをね設定しておくことをお勧めしますね。僕のデザインポリシーですか？それはですね、僕はリゴローなんでリゴローっぽくっていうのが僕のデザインポリシーでやってきたような気がしますね。今まではどちらかというと、見た目だったりね快適性だったりを中心としたカスタムが多かったですけど、今後は駆動系にも手を染めようといろいろ考えていて、引き続きね YouTube で都度発信していくことで、少しでもね皆様のお役に立てればと思っております。ということでここからベスト20ですね、一つ一つ触れていきたいと思います。ディスプレイオーディオですけど、まずはこれがないと始まらないってぐらいね大事なカスタムですよね。で納車後すぐだったんで、腫れ物に触るかのようなカスタムでしたよね。でカロは音もいいし筐体がしっかりしてるので、手堅くいくならこれでしょうね。このトレイは想像以上に活躍してますね。サングラスとか、常に使うものっていうよりは、たまに使うものを置いておくにはちょうどいいんですよね。でこの大きさも良かったですよね。ほんとジムニーにとってはねほんと貴重なんですよ、このちょっとしたスペースが。低音域の音質向上のみならず、これをつけることでね中音低音と、全体のバランスがね整った気がしますよね。あとはねこのダッシュボードがすっきりするジムニー専用のツイーター取り付けキットもね素晴らしいんですよね。次はサブウーファーですね。実はこれほんと最近になって出回った商品で、このねセンサー敏感問題を解決するべく、ずっと自分でね自作しようと思ってたぐらいで、そんな矢先にこれを見つけて、今ではね他の車と同じぐらいの感度になったので満足してます。このねジオランダ MT は次に履かせたいタイヤですよね。お試しとしてつけたわけですけど、一気にリアの印象変わりましたよね。でほんとこのデザイン性はやばいです。これは2万円後半ぐらいの値段で買ったんですが、大正解でしたね。耐久性も問題ないし、結構ガシガシ乱暴に使ってますけど、塗装もかなり強くて、綺麗なままなんですよね。でベルトの取り回しもしやすくて実用性も文句なしです。おっさんも50を過ぎるとですね、やはり夜の視界がきつくなるんですよね。特に暗い山道を走る機会が多いので、このフォグランプの明るさと照射角の広さには助けられてます。ほんとたまに他の車乗ると暗く感じるレベルの明るさで、ほんとつけてよかったと思います。これがなかったらどれだけ車内が傷ついたことかってぐらい、後部座席を倒すジムニー乗りにとっては必須アイテムだと思います。最初グリップ力弱いかなって思ったんですけど、今ではあまり強すぎても逆に使いづらくなるんじゃないかって、ちょうどいいんじゃないかって思ってます。で防水処理しても、よく見るとすでにね一部錆びてるんですよね。寒冷地に住まれる方は長く乗ろうと思ったらこの防水処理はね必ず施した方がよろしいかと思います。これはジムニー純正オプションで4万円近くするフロントグリルのパチモンで8000ほどで買ったので期待薄でしたが、いやいやとんでもない、お釣りが出るほど優秀です。それは長期で使えばね劣化は早いんでしょうけど、純正の5分の1の値段ですから。はい、いよいよベスト10、ここからは本当にやってよかったって思うカスタムばかりです。この Android ナビは一度使うとやめられなくなりますよね。ラジコや YouTube はもちろん Google マップや Yahoo カーナビを大画面で使えるのは本当にありがたいです。今まではスマホとの連携が少々うざかったので、これで完全にスマホから独立できたのも嬉しいポイントですよね。ただ OS が古いのでやや安定感に難ありのところもありますが、ほんとコスパを考えればお釣りが出るくらい運転を楽しくさせてくれるアイテムです。
これしばらく使ってみたんですけど、やはりですね、ずっしりとこの体重をかけられるこのタイプで良かったと思ってますね。で、見た目もシートと調和が取れているので、いつも乗るときにね、よしって思っちゃいます。なんといってもその運転がめちゃくちゃ楽になりましたよね。特に長距離。収納は大きすぎるせいか、何でもぶん投げて入れてしまって収集がつかなくなっちゃってますけどね。ただね、どのタイプもそうなんでしょうけど、シートベルトがやっぱり装着しにくくなりましたね。他にも気になる点がありましたので、それは動画後半でお伝えしたいと思います。もしこれがなかったらどれだけ運転にストレスがかかるだろうかってぐらい、もうなくてはならない必需品と化してますよね。どれだけ荷物を積んでも、後方の視界を遮らないこと、ドライブレコーダーが常時稼働している安心感、視認性の高さ、動作の安定感、配線がごちゃつかないすっきりした見た目と、文句のつけようがない名機ですよね。ほんと場所があればもう一個つけたいと思うほどの一品です。しかも買ったのが2万円台前半でしたから、めちゃくちゃ満足度が高いです。直接体に触れるものなので、妥協したくはなかったし、長く使いたいので、信頼の昭和ガレージさんのものにしましたが、もう正解ですよね。PU レザーの柔らかさ、表面の質感、色味、ステッチ、もう文句なしです。なんといっても車に乗ってる時だけじゃなく、外から見ても車のグレードが数段上がった雰囲気っていうか、もうとてつもないオーラを放つんですよね。僕はフロントシートのみにしましたけど、後部座席につけておけばよかったって思うことはありませんね。もっとね早くやっておけばよかったと思わされたカスタムですよね。グッドリッチのオールテレイ23575なんですけど、シエラの車高を上げずともなんとか履けるギリギリのサイズです。これ履いた日からシエラが一回り大きく感じるようになります。茶色い汁が出やすかったり、重くてドライビングのパフォーマンスが落ちたり、燃費が悪くなったりと、ネガティブな要素が多々あるものの、魅力は何といってもそれらのネガティブ要素を全て吹き飛ばすデザインですよね。で、間もなく冬タイヤに交換の時期ですが、交換したくないって思わせるほど秀逸なデザインなんですよね。で、フロントスピーカーはカロの安いやつに変更し、もともとついていた純正スピーカーはリアに移設しました。カロのスピーカーは安いんですけど、もう細かい音の違いに気づかない人なら十分な音質だと思います。これだけでも音質は格段に良くなりましたけど、なんといっても純正スピーカーをリアに移設したことによって車全体の音の厚みや臨場感が増したんですよね。これは期待をいい意味で大きく裏切った商品でめちゃ気に入ってます。通常のトップヘビーな充電ホルダー、振動でこんにちはしちゃいがちなんですが、これはトップが軽いのでまず落ちることはないし、振動も少ないです。しかも見た目が思ってた以上にかっこいいんですよ、外から見ても。ちなみに僕はケーブルが目立たないように他のものを使ってます。で、この位置に置くとジムニーの場合だと若干視界を遮るので、ダッシュボードを右側に置いた方が良かったかなと思って一回外そうとしたんですけど、諦めたぐらい接着が強力です。ただこの位置は撮影でも使えちゃうのがいいんですよね。悩むところです。はい、ここで少し休憩。普段どんな感じで洗車しているかをお伝えしたいと思います。まず洗車は最近流行りの 3PH 洗車です。これがね楽しいんですよ。僕はディテールアーティストさんのものを使ってるんですけど、もう雰囲気がセクシーでしょ。3pH 洗車って何かというと、アルカリ性酸性の汚れを、それぞれの液体を水で薄めて、このフォームガンでね吹きつけるわけです。そしてしばらく放置して、あとは水で流すだけなんですよ。で、最後に中性シャンプーでコンタクトウォッシュして、また流すっていう3つともねめちゃくちゃ香りがセクシーなんですよ。そして汚れも見事に落ちます。で、このタオルの吸水性がめちゃくちゃ優秀で、もう気持ちいいぐらい一瞬で水が拭き取れるんですよ。もう見てください、こんな感じで拭き取れます。で、その後は毎度おなじみワコーズのバリアスコートでコーティングね。で、ちなみに内窓を拭くときは結構拭き筋が出て苦労するじゃないですか。で、この100円ちょっとで買える精製水を吹きつけて拭いちゃえば、もう拭き筋に悩まされることなく綺麗になるんでね、おすすめです。ベスト3に行く前にワースト3を紹介させてください。今までやってきたカスタムはおおむね満足のいくものばかりで、ワーストっていう表現にやや抵抗はあるんですが、それでもね、これはなくてもよかったかなってやつをね3つご紹介させてください。はい、エンブレム剥がし。これは割と大変な作業でしたね。しかも労力の割にはそんなにカスタムの恩恵に預かれないというか、やった感がないというか、そりゃそうですよね。削ぎ落としてるんだから。だからやらなくてもよかったかなと。納車前にこれ絶対やらなきゃって思ってましたが、やらなくて困ったシーンに出くわしたことがないし、今後もないと思われますので、やらなくてもいいと思います。これ深いだけで2000円もするんですよね。もうほぼほぼ使ってないです。ここにポケットをつけたい場合は、浅いものでいいんでね、1000円ぐらいのもので十分だと思いました。現場からは以上です。はい、いよいよベスト3ですね。これ以降はガチでおすすめです。第3位、デッドリングですね。
安い車に共通してありがちなのが音ですよね。ロードノイズ、屋根に当たる雨音などの騒音、こいつらを遮断しないと、せっかくいいオーディオでいい音を鳴らしてもその恩恵に預かることはできません。制振剤、吸音材にとどまらず断熱シートも貼って、さらにニードルフェルトで隙間を埋めまくったので、夏と冬の断熱効果も激変します。地味で大変な作業でしたが、もし仮にまたジムニーを買うとなっても必ずこの処理だけはしたいですね。はい、第2位、カーメイトジムニー専用トレイ設置ですね。これが2位なんかーいっていうね、視聴者さんの驚愕と失望の念が渦巻く声が YouTube 越しにお茶の間から聞こえてきてますが、いやいや、車に乗ってる時にこの距離感でこの適度なスペースがあるっていうのは本当に素晴らしいんですよ。この見た目のギリギリ美観を損なわないちょうどいい大きさね。たまに助手席に人を乗せるとみんな一様に言います。これいいね。栄えある1位に輝いたのはリゴロ自画自賛カスタム、ヘッドライトブラック化&イカリング塗装と設置ですね。このカスタムは何といっても低コストが魅力なんですよ。でイカリングの購入には多少お金がかかりますけど、言うてもこのイカリングは安い方ですから、で塗装においては500円ほどのスプレー1本で事足ります。しかも元に戻せる。言わずもがな、ヘッドライトを黒くするだけで見た目はガラッと変わります。これ人間も同じで、目が人に与える印象はとても大きくて、もう目こそが顔を作っていると言っても過言ではないほど大事なんです。目ってやつは。はい、ご覧の通りです。かっこいいでしょ。でこれやって1年以上経ちまして、その後ね、塗装とか防水とかどうなったのかっていうのは動画後半でお伝えしております。これ一見難しそうなカスタムに見えますが、暇と気力さえあれば素人でもねできる簡単なカスタムなので本当におすすめです。ぜひお試しあれ。ウインカーですね。ウインカーはもう特に問題なく動作しておりますね。反対側もバッチリ問題なく点滅しております。ライトはですね、ポジションライトっていうんでしょうかね、つけた時にこれ左右2箇所ずつだったと思うんですけど、イカリングつけてから1、2箇所という僕の中での計算で、ここはちょっと余計なので保安基準を満たしてないんじゃないかなということで、ここはカットしてます。ここはだから単純にウインカーだけって感じですね。ルーフキャリアね、これでも思った以上にですね、今のところ錆もなくてですね、レール周りもですね、特段おかしくなってるような感じではないんですよね。問題ないんですよね。外側はね、これはいい買い物でしたね。フロントの方も特になんか目立った傷もないし、ただ僕キャンプでしかね使わないんですよ、このルーフラックは。アルミコンテナを出し入れするんですけど、さすがにその部分はですね、もう引きずるんで、僕めちゃくちゃ雑に扱ってるんで、これはもう剥げてますね。塗装がもうこれはもうしょうがないなってことで放置してますけど、結構ね雑に扱って、ここも引きずったりしてるんですけど、アルミコンテナの割にはそんな塗装も剥げてないかなっていう。細かいところはね剥げてますけど、ヘッドライトの塗装全く問題ないですね。もうほんと美しいままですね。塗装した時にケーブルが出てるところブチルで押さえてるんで、水滴も一切入ってないですね。ちなみにエンジンルームこんな感じです。1年半なんですけどね。タイヤもですね、このグッドリッチのタイヤはやっぱり素晴らしいですね。デザイン性がもう文句なしです。うっとりしますよね。ただ茶色くなってますよね。紫外線とかそういったところから守るためにこういう状態になるんですけど、結構ねグッドリッチは出るんですよ。この辺結構茶色いの分かりますかね。もうちょっと放置すると出ちゃうんですよね。サイドのみならずこのもう中までね茶色くなっちゃうんですよ。ただこれは普通に水洗いをしてですね、あまり洗剤もやっぱりよろしくないらしくて、カインズのタイヤクリーナーとタイヤレザーワックスっていうのを使ってるんですけど、これがいいんですよ。200円だったか300円だったかちょっとめっちゃ安いんですよ。この茶色いシミが消えちゃうんですよね。かなり長持ちするし、値段の割にはですね素晴らしいです。あと僕これ樹脂部分のね保護剤としても僕は使ってます。樹脂に使わないでくださいって特に書いてないので、試しに使ってみてるんですけど、半年ぐらい使ってますけど全く問題ないですね。フェンダーとかバンパーとか、ちゃんとしたね樹脂用のものを使った方がいいと思うんですけど、僕今までいろいろ使ってきたんですけどね、なんかどれよりもねこれが一番いいんですよね。もしねこれ使ってる方いらっしゃったらねコメントいただけると嬉しいです。ディレクターパイプのカスタムなんですけど、こんな感じでね、非常にこれは僕は気に入ってます。もう見ての通りいろんなものが吊るせたりとか、こういったものでいろいろ物を固定したりとか、いろいろ使えるからいいんですよ。僕特殊でやっぱり YouTube やってる時もあって撮影で使ってるんですよ。で例えばこ
このバーはね可動式なんです。簡単にこう例えば前に持ってきたりとかして、ここにクランプとかでカメラを固定して撮影するわけですね。でどのポジションからも攻めれるんで非常に使い勝手がいいですね。あとはサーフボードを積む時に上の方に僕積むんで、ここでねロープで固定するみたいな感じで。ただね事件が起きたんですよ。これちょっとまず後ろね、ここも夏場はですね板を張って、2段にして、荷物を積んでたんですよ、この夏ね。しかしですね、これよく見てください。ちょっとね傾いてきたんですよ、下に重さで。これはね、いや僕ね撮影するまでこれ温存しといたんですけども、だいぶ前に夏に気づいたんですけど、はい、こっちは特にすごいですね。めちゃくちゃ傾いてるんですよ。はい、簡単に取れます。これ M6 だったと思うんですけど、 M6 のネジが曲がってんのか、それとももう根元がもう歪んじゃってるのかね。はい、取ってみますね。あー、やってもうた。終わった。これね、これは全く問題ないんですよ。ここがもうやられちゃってますね。こっちもやっぱり傾いてますね。はい、ちょっと力ずくで上に持ち上げたいと思います。ってことは上もあまり過度な荷重をかけない方がいいよねってことですよね。上は幸いそんなになんか物を乗っけたりとかしてるわけじゃないんでいいんですけど、相当ね僕ね重いの積んだんですよ。振動でね負荷かかるじゃないですか、瞬間的に。多分それで曲がったんだと思いますけどね。ちょっと力ずくで上に持ち上げたいと思います。いきますよ。結構簡単に元戻っちゃうね。でもこれも物乗っけたりできないですね。これもめっちゃ地味ですけどすげえ便利ですね。こういうクッションスポンジみたいなやつ一応置いてますけど、はい、これも買った時にねつけたやつなんですけど、やっぱこれはいいですね。若干滑りやすいっちゃ滑りやすいんですけど、そのためにこれ敷いてるんですけどね。こんだけ汚れてるんですよ、傷とか。これがあるないでは相当こう車に当たるダメージ変わるのかなと。こいつらがあるおかげでここがね開けにくいんですよ。若干開くっちゃ開くんですけど、ただここはそんなに頻繁に開けないし、なんとか開けようと思えば開くので、それよりもやっぱりこう日常のこいつらの利便性考えるとね、もうこれはもうしょうがないかなと割り切ってます。横浜のジオランダなんですけど MT のね、これもいいですね。やっぱかっこいいですよね。素晴らしいです。茶色シミね、グッドリッチは茶色くなるんだけど、全く横浜はね茶色くならないんですよ。綺麗なんですよ。これでやっぱりメーカーの差が出ますよね。ダイスのヒンジ、夏だったかな、再塗装したんですけど、その後は全く問題ないですね。すごい綺麗な状態保ってます。全く塗装が剥げることもなく調子いいですね。塗装は夏場やった方がいいと思います。フロントグリルね、これも良かったわ。8000円ぐらいで買ったやつなんですけど、思った以上に問題なく使えてます。はい、いいね、こういうのはやっぱり安いので。はい、で次はシートね。はい、夏場も黒だからやけどすんじゃねえかなとも思ったんですけど、全くそんなこともなく、そんなに変わんないですね。純正のファブリックのシートと厚さ的には変わんないかな。あとカップホルダーね、これは土屋ヤックさんのだったと思うんですけど、これ一応左右につけてまして形状違うんですけどね、はい、やっぱりこのジムニー専用設計なので非常にいいですよね。けどどうしてもこのエアコン吹き出し物を温めたり冷やしたりするにはいいんだろうけども、やっぱ僕はエアコンの風が直接当たりたいっていうので、実はですね別のものを買って今日ちょっとこれ付け替えようかなと思ってます。運転中に風を感じたいので。セーファさんのこれの特徴はちょっとでかいんだけどもちょっとずれてるのよ、この吹き出し口から。これが狙いで、はい、これに変えてみようかなと。これね買った時これか迷ったんだけど、やっぱこっちの方がスタイリッシュだなと思ってこっちにしたんだけど、ちょっとこっちをつけてみたいと。これもうどうなってたか覚えてないよね。はい、つきました。確かにこれ開放されるね。閉めます。ほんとギリギリだねこれ。でもいい。いいっすね。どうでしょうか。ただやっぱ存在感あるね。結構でかい。昭和ガレージさんのね、僕アームレストをつけたんですけど、これは非常に満足しております。めっちゃ僕の体型にも合ってるし、ちょっとねしばらく使ってみて気づいたことがあったんで、例えば運転席側からねこう助手席に置いてあるものを取ろうとするときにここに手を置くんですよ。手を置いて
こう通るわけじゃないですか、反対側の。今カメラ持ってるんであれですけど、はい、その時に見てください、これずれるんですよ。はい、ロックがちょっと甘いんですよ。でほら外れるんですよね。こう手を置いた時に体重かけるでしょ、思いっきり。じゃあ強度的にどうなのかって気になるんですけど、まあ幸いというかここに当たるんで、左右ねこのシートに当たるんでパキっていくことはなさそうなんですけど、浅いからこういう風にずれちゃうんですよね。これね、僕動画では全然紹介してないんですけど、これがめちゃくちゃいいんですよ。なんといってもね、ナゲットが食べれるっていうね、もうそうだし、やっぱここにトレイがあるっていうのはね、ほんとね便利というか、これもつけたら外せないですね。で最初はちょっとここ狭いんでね、ワイパーとか、あと最初バックする時のハンドル操作とかでガタンって手が当たったりしてたんですけど、慣れてくるんですよね。で今全然こうぶつかったりしないんで、ラバー素材になってまして、で汚れたら洗えるしっていうことで、なんか置いちゃうんですよ、ここに。で取り外しもですね結構簡単なんですよ。これもう上にこう持ち上げるだけで、僕はよくオーディオね出し入れするんで、はい、押せばもうはまるんでね。14,400キロで平均燃費が 14.2 と。これはですねグッドリッジに変えてから急激に落ちましたね。まあ長野は冬が長いっていうのもあって、いわゆる冬タイヤもね結構大きめのタイヤ履いてるんで、去年の冬ぐらいからガクンと落ちたんですよ。だけどグッドリッジに変えてからガクンとさらに落ちましたね。ただこれはタイヤの径が変わるんで、タイヤの回転数でね距離を測るんで、当然タイヤがでかくなれば径も大きくなるんで、計算上は悪くなるんですよね。実際に 14.2 なのかって言われたらそうではないと思うんですよ。まあそれもあるんですけど、まあ僕だからタイヤ変える前は 15. 点いくつだったんで、15点、まあ大体1キロぐらい落ちましたね。それでも僕は省エネ運転かなとは思うんですけどね。はい。最後にね、毎回カスタムで大活躍しているツールをご紹介させてください。これは本当に一家に一台欲しいアイテムです。マジで使いやすいです。以上、リゴロでした。ではまた。